俺の実家は嫁の家でもある。実家の建て替えでお前が金を出すのは当然だ。いきなり夫がとんでもないことを言い始めた。建て替えに大賛成の義両親も理解不能な持論を展開してくる。こんなこといちいち言わなくても察するのが嫁ってもんでしょ。そうだぞ、嫁は夫を立てるもんだ。主人が建て替えると言うならそれに従え。払う気はないと言い放つと、義母からきつい暴言が飛んだ。優しい息子がゴミ女のあんたをもらってやったんだ。わがまま言うんじゃない。もう無理。ここから逃げ出そう。こうして私は離婚を強く決意したのだった。私の名前は舞子。34歳の時に同い年の雄太と結婚。彼と暮らして5年目だ。結婚当初から私は毎日のように離婚の文字を頭に浮かべている。最初に思い浮かんだのは雄太がいきなり仕事を辞めてきた時だった。俺、今日会社辞めてきたから。私の帰宅と同時に雄太からそう告げられた。彼は大学卒業からずっと電機メーカーに勤め、給料もそこそこ、ボーナスも年に2回しっかりともらっていた。一方の私は外資系の化粧品メーカーに勤めており、雄太と同じくらいの稼ぎがある。なので結婚となった時も生活費や家賃、貯金などお金に関することは平等に2人で出し合おうと決めていた。それなのに急に仕事を辞めるなんて。次の仕事は俺がやりたいと思えるものを選ぶ。それまでは舞子、お前が家を支えてくれ。頼んだぞ。勝手に退職した上に生活費の支払いまで放棄しだしたのだ。ちょっと、そんなこと聞いてないんだけど。もちろん私も食い下がったが、彼はそんなことお構いなしだ。俺はずっと退職を考えていた。舞子と結婚したからにはもう俺の稼ぎがなくても暮らしていけるだろ。それならやりたくもない仕事をする必要はない。もう次の仕事の目星はついてるんだ。私のお給料を当てにしてたってこと？勝手すぎる。ずっと無職でいさせてくれと言ってるわけじゃない。数ヶ月くらいお前を頼りにしたっていいじゃないか。数ヶ月ね。約束よ。私の給料だけで家計を支えるのは到底無理だと思っていたが、数ヶ月という短い期間を提示され、それくらいならいけるかもと思ってしまった。今思えばそれがいけなかったのだろう。当時は結婚したばかりということもあり、雄太を好きな気持ちもあった。次の仕事について詳しく聞く前に私を雄太を許してしまったのだ。3ヶ月後、彼はようやく再就職した。だが給料は以前の3分の2以下でボーナスも出ないという。今の会社、休みは多いし仕事も楽だからベストなんだ。そう言い張る雄太に私は不信感を抱き始めていた。この人、私と支え合って生きていこうという気はあるのかしら。そんな私の不安は確信へと変わってしまう。夫と義実家へ行った際、彼が義両親の前で生活費についてごね始めたのだ。給料が下がったのに今まで通りの配分で家にお金を入れるのは不公平だ。そう思わないか、父さん母さん。それを聞いた義両親は私を悪者扱いし、雄太を正当化した。夫を支えるのは嫁の仕事だろ。雄太の給料が下がったなら舞子さんがもっとお金を出せばいい話じゃないか。
そうよね。嫁なんだから夫を支えてあげなきゃ。ユータはやりたいことをしようと思って転職したのだから、それを誇らしく思ってあげるべきなんじゃない？ユータもユータで義両親を味方につけて私を責め立てる。ほら、親がこう言ってるんだから問題ないだろ。やっぱり支え合っていく気なんて初めからないんだ。何度も離婚が頭をよぎったが、30過ぎてやっと結婚できたこともあり、また独り身になるのが怖かった。私は渋々ながらもユータと義両親の言い分を受け入れ、今までの2分の1の生活費を家に入れてもらうことで手を打った。だがこれはあくまで序章だった。見えっ張りなユータは一緒に貯めていた貯金を勝手に使い、欲しいものを相談もせずに購入し始めたのである。ユータは義両親に似たらしい。なぜなら彼の両親もまたユータに負けず劣らずの見えっ張りだ。義母は働くなんて体裁が悪いと結婚後はずっと専業主婦で、義父もまた定年を過ぎてから働くのはかっこ悪いと言い、2人とも年金暮らし。そのくせ私に生活費を無心してくる。年金暮らしの親を養うのはこの務めだろ。そうよ、私たちにお金を出しなさい。息子のユータにそう迫るならわかるが、嫁の私にそんなことを言うなんて。でも私はそれらを全て許容した。許容したというよりも、争う気力すら湧かなかったという方が正しい。すでに私は仕事と家事に追われる日々に疲れ切っていた。何せユータがお金を出さない分、私が稼がないといけないのだから。それだけではない。なんとユータは老朽化した実家の建て替えをすると言い出したのである。資金について何か考えがあるならまだいい。しかし彼はお金は私に出させればいいと思っており、理想の家を建てることだけを考えていた。それを聞いた義両親は目を輝かせて賛同している。しまいにはノリノリになって、あれも欲しい、これも欲しいと言い始めた。このままではまずい。そう思った私は慌てて話を遮った。ちょっと待って、そんな話私聞いてない。建て替えなんていくらかかると思ってんの？するとユータは面倒くさそうにため息をついた。義両親も嫌そうな顔で私を睨みつけてくる。あのさ、お前は俺の嫁だろ。俺の実家ってことはお前の家でもあるんだよ。建て替えで舞子がお金を出すのは当たり前じゃないか。そこへ義両親も追い打ちをかけてくる。そうよ、こんなこといちいち言わなくても察するのが嫁ってもんでしょ。まったく気が利かないんだから。どうしてあなたは素直にはいと言えないのかしら。嫁は夫を立てるものだと言っただろ。主人が建て替えると言ってるんだ。それに従わなくてどうする。この人たちと話したところで拉致が開かない。それはこの結婚生活でよく学んだ。でも今回は今までの規模とは比べ物にならない。何せ家を建て替えるのだ。首を縦に振ることなど絶対にできるわけがない。とにかく私は払えませんから。そう言い捨て、後ろ指を刺されながらその場を後にした。以来数日間、私はユータと義両親から責められる日々が続いた。その度に離婚への決意が強くなっていったが、私はもう40手前。この年で独り身になるのはかなりの勇気が必要だった。それに結婚を何よりも喜んでくれた両親を悲しませたくはない。どうにかして
建て替えをやめさせられないものか、そう考えていた時だった。いつものように義母から電話がかかってきた。舞子さん、あなたいい加減にしなさいよ。いつまで雄太を困らせるつもり？あなたなんかね、雄太がもらってあげなきゃ一生結婚もできなかったゴミ女なのよ。雄太は優しい子だからそんなあんたをもらってあげたの。雄太に感謝こそすれ、わがままを言う筋合いはないんだよ。義母のキンキンと甲高い声が電話越しに響く。わがままという言葉は特に私の逆鱗に触れた。わがままはどっちよ。好き放題してきた雄太を支えているのはどこの誰だと思ってんだ。私は心の中で強く決心した。もういい、離婚してやる。散々好き勝手やってきた報いを受けてもらう。私は義母の電話を一方的に切ると、今までずっと勇気が出なかった弁護士事務所へ足を踏み出した。数週間後、私は議事会へ呼び出された。理由はもちろん建て替え資金を私に出させるための説得だ。義母は建て替えの話を近所の人たちに自慢しているらしく、話を早く進めたい様子で私に詰め寄ってきた。費用は嫁が払って当然でしょ。嫁なのよ。夫のため、夫の両親のために身を削るのが嫁というものでしょ。どうやら彼らは展示場に行ったらしく、すでにハウスメーカーに見積もりを出してもらっていた。見積もり書に目をやると、オプション料金がとんでもない額になっている。合計金額は想像のざっと倍以上になっていた。雄太は人事のように「ローンも頼むぞ」とのんきに笑っている。わかりました。喜んで協力します。私が間髪入れずにそう返すと、3人は驚いた顔を私に向けた。え？今協力するって言った？マジ？信じられないのか、雄太が真顔で確認を取ってくる。ええ、言ったわ。だってあなたがそう頼んだんじゃない。その返事に雄太はパーッと顔をほころばせた。舞子、やっぱお前は俺の嫁だ。金を出さないと言われた時はどうなることかと思ったけど、分かってくれると思ってたよ。義両親も笑顔で大きくうなずいている。うんうん、それでこそ嫁というものよね。舞子さんも夫の偉大さがよく分かったようだな。協力すると言ったその日から、建て替えの金銭面は全て私に任された。一方、雄太と義両親はハウスメーカーと何度か打ち合わせをしているようだったが、それに私は呼ばれなかった。金のことは何とでもなると思っているのだろう。時は流れ、ハウスメーカーと契約するから同席しろと彼らに言われた。契約となればメーカー側も金銭面をきちんとしておかなければならないからだ。住宅ローンに関わる資料を持ってこいと言われたが、私はローンの申請などしていない。その代わり何十枚もの離婚届をカバンに入れて義実家へと向かった。義母はルンルン気分でこう言った。今日はまあいいわいいってことでお寿司を取ったの。契約は午後からだし、ご飯を食べてから行きましょう。その言葉に雄太も大張り切り。なあなあ、まだオプションってつけられんのかな。俺電動式のガレージが欲しいんだけど。雄太の言葉に義父も身を乗り出してくる。つけられるんじゃないか。電動式のガレージか。便利そうでいいな。これから味わう絶望も知らないで、
5年に及んだ地獄のような生活からやっと解放される。嬉しそうな彼らを見て私は笑みを抑えることができなかった。それじゃいただきましょう。義母の言葉でみんなが寿司に手をつけた瞬間、その前にお話がありますと私は言い、カバンから離婚届を取り出した。は？何の冗談？余興のつもり？離婚届を見てユータは鼻で笑った。舞子センスねえな。それならローンを多めに組んだとか、もっと気の利いたジョークにしてくれよ。彼は私の手から離婚届を奪い、くしゃくしゃに丸めてゴミ箱へ投げ捨てた。私はすぐさま2枚目の離婚届を取り出し、ユータの目の前に突きつける。冗談でも余興でもありません。あなたとは離婚します。もちろん嫁でも何でもない私が他人の家の建て替え費用を払う必要はありませんよね。ユータは私から2枚目の離婚届を奪うと、今度はビリビリに破いた。ふざけんな。俺は離婚なんかしないぞ。お前が出さなきゃ誰が金を出すんだよ。私は不敵な笑みを浮かべた。あなたのことだから破り捨てると思って何十枚も離婚届を用意してあるの。あなたがサインするまで決して諦めないからね。その束の厚さを見てこちらの本気度が分かったらしい。義両親の顔は真っ青になり、ユータもどっと冷や汗をかいていた。そんなのすべて破ってやる。ユータはそう虚勢を張るが、私には痛くも痒くもない。なら離婚調停に持ち込むまでよ。すると義母の口から「え？」とも「とも言えないような悲鳴が漏れた。裁判になったが最後、隣近所に一斉に知れ渡る。こんな見えっ張りの人たちが裁判沙汰など絶対に起こすはずがない。だからこそ私は強く出られたのだ。あなたが今ここで離婚届にサインしてくれないと言うなら裁判を起こすだけ。もう弁護士には相談済みよ。あんたたちの金銭要求や共通貯金の無断使用、これだけの証拠があれば裁判にも勝てるだろうって言われているわ。待ってくれ。舞子は俺の嫁だろ。ユータがおどおどしながらすがってくる。俺や俺の両親を養うのは当然じゃないか。確かに勝手に共通の貯金を使ったのは悪かった。でもあれは俺の貯金でもあるんだし、別に使ったっていいだろ。ここまで言ってもまだ考えを改めないなんて、もはや救いようがない。私は彼に怒鳴りつけた。当然なんかじゃないわよ。それに共通の貯金って言っても、あんたがお金を入れてたのは最初の数ヶ月だけ。それ以降はずーっと私一人で貯めてきたお金よ。あんたが勝手に使っていいお金じゃないわ。するとさっきまで黙っていた義両親が間に入ってきた。舞子さん、考え直してくれ。これは親孝行にもなるんだぞ。みんなが幸せになるために舞子さんのお金が使われる。そう思えば素晴らしいことだとは思わないか？そうよそうよ。いきなり離婚なんて、もう一度話し合いましょう。みんなが幸せになる？こいつら一体何を言っているんだ？頭にカーッと血が上り、顔が熱くなるのを感じた。ふざけないでください。みんなが幸せ？自分たちの幸せしか考えてないくせに、私の幸せはここにはありません。話し合いをしたところでどうせ解決しないでしょ。結婚してからずっと私は不幸でしたから。そう反論した後、冷たい視線をユータに向けた。別に今サインしてくれなくても構わないけど、
余計なお金や時間を割いてまでご近所の噂のネタにされたいの？この発言が引き金となり、3人は突然言い争いを始めた。ちょっとご近所の噂になるなんてごめんよ。あんたがもっと舞子さんを大切にしないから。母さんだって舞子の金で服とか靴とか買ってたじゃん。お前ら2人とも嫁のしつけもできないのか？見損なったぞ。こんな醜い人たちと家族だったなんて、さっさと離婚しなかった自分が情けない。言い争いが終わりそうもないので、私は強制的に割って入った。で、サインするの？しないの？冷たくそう言い放つと、ユータは涙目になってすがってきた。待ってくれ。もう一度話をさせてくれ。話？あんたと話すことなんて何もないわよ。わかった。建て替えの話はもういい。生活費もこれまで同様ちゃんと出す。だからやり直そう。やり直す？あんたと？冗談でしょ。私はね、入籍してからずーっとあんたとの結婚は失敗だったと思っていたの。そんな、舞子、考え直してくれよな。うるさい。嫁の金にたかるだけの主戦度が。あんたなんて見えっ張りの両親と一緒に地獄に落ちればいいのよ。とにかくさっさとサインしろ、この能なし。やだ、離婚なんて俺。すると突然、さっさとサインしなさいと義母がユータを焚きつけた。近所の人から変な目で見られるのは絶対に嫌。こんな嫁もう切り捨てちゃいなさい。発狂寸前の義母を前に、ユータはしぶしぶながら離婚届にサインをしたのだった。私はすぐに離婚届を受け取り、何も言わずに義実家を後にした。後ろからユータの蚊の鳴くような声がしたが、振り返りもしなかった。後に離婚届は無事受理された。密かに家を出る準備も進めていたため、引っ越しもスムーズに進んだ。ユータと住んでいた家は彼の名義で借りており、ユータの口座から家賃が引き落とされていた。彼の口座といっても毎月お金を出していたのは私。結局私との離婚後に家賃が払えなくなり、ユータは実家に戻ることになった。離婚調停にはならなかったものの、慰謝料はきちんと請求している。精神的苦痛の他に、勝手に使われたお金や義両親に渡していたお金など、もろもろ合わせると結構な額になった。周りの目を一番に気にする義両親だ。息子が離婚したというだけで相当なダメージを受けている。これ以上事を大きくしたくないようで、請求した額についても文句を言わずすんなり支払ってくれた。無論収入が少ない息子と年金暮らしの老夫婦だから大したお金はない。結果彼らは借金を抱える羽目になったそうだ。建て替えの話は保護になり、彼らは今も老朽化が進んだ家に住んでいる。老体に鞭打って義両親はアルバイトをし、ユータはユータで夜勤の仕事を始め、ほぼ寝ない日々を送っているらしい。一方の私は実家に戻って両親と平和に暮らしている。最初は驚いていた父と母も理由を話すと温かく迎えてくれた。これからは今までできなかった親孝行をしっかりしていこうと思っている。